壊れるばっかり言ってたらね、車なんか買えないじゃないですか。まさしくねどうでも回してもすげえ。回すとこうなるんですけど、インタビューの司は、ボーイズ&ビールズを卒業させていただきます。知ってただろ知ってただろ皆さんこんにちは。ボーイズ&ウィールズ TV プロデューサーの上野太郎でございます。なぜ私が今カメラのこちら側にいてマイクを持っているかと申しますとですね、なんといつも聞き手でございます、司さんが今日の主役というわけでございますね。やっと出たかったの？ちょっとね緊張してますか？ちょっとしてる。なんかこっちとこっちで随分違うもんで、ね、これ僕のあれだもん。そうだよ。だいたいこれどうすればいいのか僕分かってないままやってるからね。というわけでですね、司さんがなぜ出演するに至ったのか、これも追っていきつつ、司さんとこのかっこいい愛車についてインタビュー進めていこうと思います。よろしくお願いいたします。ボーイズ&ウィールズ TV です。見てね。ということで改めましてお名前を。司です。ご年齢は52歳です。ご職業は写真を撮ったり動画を撮ったり、そういう仕事してます。クリエイターってやつですね。そうなんでしょうか。かっこいいですね。お住まいは都内です。都内。品川ナンバーついてますもんね。まあそうですね。ご家族構成は独身です。独身ですか？独身貴族の方でいらっしゃって。貴族でもないけどね。なるほどね。寂しいもんよ。寂しいもん。そしてこのお車何でしょうか？マセラティのクワトロポルテ、5代目のクワトロポルテですね。かっこいいよね。年式は2004かな。2004、ということはまだ出たての頃ですね。もうデビューイヤーだと思います。ですよね。というわけで、深掘りさせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということで司さん、まずは愛車遍歴を教えてください。愛車遍歴、1代目なんだっけな、ホンダのシティのカブリオレ、小野幸太郎さんのやつ、青いのあったでしょ昔。あれの白いやつで黒バンパーだった。次がねワゴン R かな、初代の。ちょっと雰囲気変わりましたね。もうね当時ねワゴン R がデビューしてすごい流行ったんですよ。30年以上前だけど。3ドアのやつですか？そう、もう一回ホンダでトゥデイ乗ったと思います。確かちょっとだけ。これがねバーンって事故られちゃって廃車になりました。その次トヨタのカルディナに乗りました。それで東京出てきてしばらく車持ってなくて、最初に乗ったのがオペルのアストラ。一緒に乗ったよね前ね。乗りましたね。あれのワゴン。ワゴンね。それ東京に出てきて何年目で？東京に出てきて7、8年経ってたかな。じゃあやっぱりその修行を積んでついにフォトグラファーデビュー。そうね、ワゴン欲しかったんで。そうだよね、カメラマンさんといえばワゴン。ゴルフ4のワゴン、バリアントって言うんですか。ワゴン続きますね、やっぱり。続きます。その次がアルファロメオブレラ9-2。やっぱりじゃあワゴンチックなハッチバック感は残ってますね。全然荷物乗んなかったですけどね。あれ乗らないんだ。乗らなかったですね。ほんでプジョーのクーペ407乗って BMW の Z3 を一瞬2台持ちしてて。オープンカーとプジョー優雅な2台持ちですね。そうですね。欲しかった。その後が BMW の 330CI カブリオレですね。僕それは覚えてますけど、いい色でしたよねあれも。いい色でグリーンでした。いい色グリーンでしたね。そう、僕の10代目に買ったのはこれ。ついにこれが来たと。なぜこの車にしたんですか？クーペとオープン続いて、4枚の扉でこうゆっくり乗れるって、旅に友達なんかと行ける車乗ってみたいなっていうのもあったし。なるほど。あとかっこいいじゃないですか。大人セダン。そう、まあ50も過ぎたから乗ってみたいなっていう。なるほど、それで購入されたわけですね。恥ずかしい、なんかこれ喋るの。しかもなんか心なしかね、普通のトーンだねやっぱ。そう。出演者側になるとね。そうですね。リアリティがあっていいと思います。ありがとうございます。この車の特徴ですね、次は。ありがとうございます。じゃあこの車の特徴は？この車やっぱね、ケン奥山さんのペニーファリーナ時代のこのかっこいいデザイン。だよね。やっぱ改めて見てすごい綺麗なデザインですよね。そう、クラシックな中にも男性らしさもありつつ、そしてちょっと優雅な感じもありつつ、なかなかねこう綺麗な車だなといつも思ってます。ですよね。実際生で見るとね、この辺とか思った以上に出っ張ってんのね。そうなの。今日もカメラマンの方に「こここんななってんですね」なんて言ってて。
そうなんですよね。でつるんとしてんだけど、こう一回下がってまたキュンと上がる感じとか、屋根がぐーっと下がっていく感じとか、まあ優雅ですよね。まあすごいですよね。まあケン奥山さんも自分で2台持ってらっしゃるってことで、自分のデザインした車全部2台ずつ持ってらっしゃるっていうのをちょっと聞いたことあるんですけど、思い入れがやっぱ強いんでしょうね。でしょうね。あとやっぱこの中にはフェラーリ製のエンジンが入ってるんで、それが特徴でしょうか。お気に入りポイントですね。はい。色もなかなかすごいですよね、これ。なんて色なんでしょうね。一見グレーに見えるんですよね。そうそうそう。ただね、こう光の当たり方によって、そうなんですよ。青でしょ、黄色でしょ、緑でしょ、不思議な色ですよね。そうなんですよね。なんかね、当時10色ぐらいあったみたい。そんなに。そう、結構そういうカラーバリがね、こういう写真にしては選べるってなかなか珍しい。確かにそうですね。まあイタリアならではの。そうなんですね、やっぱね。部分あるんでしょうね。そうかもしれません。なかなか見たことのない色だなと思います。いいお色です。いつ購入されたんですか？2024年の11月なんでちょうど1年かな。ああ、1年。どれぐらい乗られましたか？5000キロぐらい。5000キロ。もともとの距離どれぐらいだったんでしょうか？2万8000、9000ぐらい。3万いってなかったんですよね。珍しいんじゃないですかね。だから通りで綺麗なんですね。そうそうそう。中も外もすごい綺麗だなと思います。本当にやっぱこの年式だとね、結構差があると思うんですけど、これは結構綺麗。承知いたしました。まあね、本当なんだかこう僕がインタビューをしていて、司さんがゲストっていうのは、なんだか不思議な感じがまだしてますが、その辺も追っていくとして、まずは流れに従ってドライブに行ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。さあ、乗り出しました。私マセラティクワトロポルテに乗させていただいております。いい香りしますね。まず本当？革のね。これ革の香りなんだ。レザーじゃないですか。なんかね、本当ダンディーおじさんみたいな。ダンディーおじさんね。確かにこの車どうですか、乗ってる感覚は。まあね、いいですよね。やっぱりね、身が引き締まるというか、だらだら乗れないんですよね。なんかサルーンでゆったりしたイメージありますけど、だらだら乗れない。やっぱ大きいじゃないですか、車が。なんでまあちょっと気使うかなってとこありますけど、サイズ感ね。そう。普段どういう乗り方してるんですか？普段はまあお仕事行ったり、ドライブ行ったり、ちょっと旅行行ったりとか、まあ旅行も行く。一般的な乗り方ですね。なんかあんまり面白くないですね。ごめん。本当そうよね。まあでもそういうもんだよね。さっきね、お気に入りのポイントを伺ったんですけど、ここはちょっとみたいなものもあるんですか？やっぱり経年でまあいろいろパーツね変えなきゃいけないとかあるじゃないですか。パーツが高い、そしてない、その辺は結構ね高いが大変ですよね。そりゃそうかと思って。まあそうか。イタリアンラグジュアリー感に乗ってるんだもんね。購入して1年が経ったっておっしゃってましたが、もうその間壊れたところもあるんですか？サスペンション周りをちょっと交換したりとか。サスペンション何が悪かったんですか？ブッシュがなんかもう劣化でダメだったみたいで。じゃあカタカタ言ってて。カタカタ言ってて。高かったですか？で今見積もり待ってますけどね。もう怖いなっていう。ドキドキタイムですね。そう。あとはここのミラーのほらなんていうの？調節する。つまみあるでしょ？コントロールするやつね。そう。効かなくなっちゃったんです電動が。それも高かったし、右のフロントの窓が落ちちゃったんで、それも高かったっす。まとめるとじゃあ電気のトラブルのようなとか。電気2つとサスペンブッシュってかね。普段どんなところに保管してるんですか？普段も青空です。青空ですか？はい。カバーとかはしてないです。にしては綺麗だね。ね、綺麗。本当にいい個体で。まあご納車されて1年間、楽しいエピソードはありますか？まあやっぱり乗るたびに楽しいですよね。本当上質なものに乗ってるっていうベンツの 560SEL のさヒカルさんの言葉じゃないけど、ちょっと恐れ多いとこもありながら身の丈に合ってんのかな、まあギリギリ合ってるかな、なんかありがたい車に乗させてもらってるなっていうところは毎回あります。身の丈で言うと似合ってますよ。本当ですか？50過ぎたんで、ありがとうございます。でもやっぱりこのイタリア車ってねちょっと遊び心とかね、あるじゃないですか。そういうところもやっぱり気に入ってるかな。この司さんと一緒にいる居心地の良さとかさ、いい意味でピリピリしてないじゃないですか。まあそうなんでしょうか。このリラックス感が多分ファッションでも表現されてるし、車ともなんか親和性が高い気がして、それで似合ってるなーっていうふうに思ったんだと思う。ありがとうございます。今見てるとパドルシフトで操作してらっしゃいますね。そうですね。デュオセレクトっていう名前らしいんですけど、まあオートマでもできるんですけど、これはセミオートマでした方が楽しいかなと僕は思って
ってるし、クワトロポルテ5代目の初期型だけなんですね、このジオセレクトが設定されてる、いわゆるシングルクラッチの AT ってやつですね。そうですね。これはパドルはついてるんですけど、おっしゃる通りで、それで運転する方が楽しいなと僕は思ってます。自分で操ってる感。そうですね。マニュアル車みたいなもんですね。言ってみればね。あともう一つ印象的だったのは、外からね、この車の音を聞いてると、結構大きな音が聞こえていますが、よく言われる。中にいると静かだね。そうなの。本当はもうちょっと聞こえてほしいぐらいなんですけど、そこはね、ちゃんと静粛性が担保されてるというか、静かですよね。静かですね。この車のデザインの後に語り継がれる美しさ、同時期にグラントゥリズムもあったじゃないですか、傑作が出てしまって、後の車がやっぱり困っちゃいますよね、これだけいいデザインだと。そういうふうに思われる。僕はそう思うんですよね。完成形になってしまうと後継の車って大変だろうなって勝手ながら心配したりしますけどね。確かにデザイン的には踏襲してきている気もしますね、この後のマセラティはね。間違いないと思いますね。それぐらいドラスティックに変わりながらも、傑作だったっていうことだよね。そういうことでしょうね。あんま見かけなくなっちゃったけど。確かにもう見ない。見ないでしょ。見るとしたら、マフラーから何から変わっちゃってちょっとやんちゃなクワトロポルテさんは見ます。たまにね。たまに。でもこれだけドノーマルで綺麗なクワトロポルテは確かに見なくなった。いや本当にいい母体に巡り会えたなと思ってます。だね。ちょっと太郎くんね紹介してもらったってのもあるんで、これここだけですよね。もともとでもクワトロポルテが好きになったきっかけとかはあるんですか？やっぱ4代目が本当欲しくって、知ってる方が当時乗ってらっしゃったらしくって、2台乗り継いだけど全然故障しなかったらしいんですね。でも今やっぱりちょっとね危険かなっていうで考えると、これも結構やっぱり美しい車だし、信頼性という部分ではかなり飛躍したっていうお話も聞いてますし、まあ調べればね、壊れるっていくらでも出てくるんですけど、壊れるばっかり言ってたらね、車なんか買えないじゃないですか。まさしくね。やっぱ乗ってみたかったですね。フェラーリエンジンっていうのも乗ってみたかったですね。実際フェラーリエンジン感っていうのは、普段乗ってて感じられますか？普段はもう回さないんですね。2000回転ぐらいでもうチップアップどんどんしちゃうんで、ゆっくり走る。そうですね。燃費もそれで走ってもやっぱ都内 5.5 とか6とか 5.5 か。たまにやっぱり踏むといい音と最高の加速をしてくれるんで、まあ当時ね 4ドアのフェラーリなんて言われたっぽいですけども、走り出すとこの大きなボディがちょっと一回りちっちゃくなったような感覚になるっていうか、キュッと締まるっていうところがねまたいいんですね。スポーツモードなんかもありますけど、ここにボタンね、スポーツモードっていうのがありますね。まあやんなくても結構楽しいかな。普段ゆっくり走る時って音楽とかも聞くんですか？そう、これね、BOSEのねサウンドシステムがめちゃくちゃね音がいいんですよ。BOSEって書いてある。そう、これ僕音楽好きなんで、買う時に有線で聴けるようにしていただいて、有線で iPhone 等をつなげられると。そう、当時はね Bluetooth のとかついてませんから、とってもいい音がするんで、本当に最高の空間です、この中僕にとって。これでゆっくりと、しかもあえてエンジンを回さずに走ると、でも回してもすげえ。回すとこうなるんですけど、フェラーリじゃん。フェラーリっぽいですか？フェラーリ感すごくありますね。もちろんですけど、まあまあね、重いけどやっぱりすごいですよね。ゆっくり走る時の音楽ってどういうのを聞いたりするんですか？ NHK-FM も聞くし、自分でピーター・バラカンさんを。ピーター・バラカンさん、土曜日の朝も大好きなんで、僕も太郎君もね愛聴してますけども。そうですね。NHK かけると大体昼間とか乗るとクラシックかかってるんですよ。なるほど。それも結構綺麗に聞こえるんで、これでクラシックを。それでじゃあ月の維持費っていうのはどれぐらいなんですか？7、8万ぐらいかな。これは車両代が半分ぐらいと、駐車場、保険、ガソリンあんま乗らないんでね。そうだよね。1年で5000キロってことは、まあ月にならすとそうでもないけれども、そうですね。まあガソリンは乗ればね、その分増えてくるっていう感じだよね。であれですよね、ここで太郎君に運転してみませんかって僕が振るんでしたっけ？いいんですかって僕も言えばいいんですかね。はい、もしでも乗せさせていただけるなら乗っていただきたいです。
はい、乗り込みました。乗り込みました。調子出てきたマイク持ったら。マイク持つとね、なんかちょっと元気になったよね。はい、ということで、乗させていただいております。やっぱりウッドですね。カーボンみたいなものはまだないんでしょうか、これは。最初このグレードしかなかったみたいで、その後にスポーツラインみたいなのもいつかね、出てますけど、それカーボンになっちゃってたりとかしますよね。全くカーボンがないこの内装、すごくいいですね。僕はこっちの方が好きかな。ね。しかも天井もこのバックスキンのようなね、この感じ。そうなんです。隅々まで、もう布みたいなものはないですね。ないんですね。で、おしゃれなね、その、これよ。ねえ、イタリアンですね。明るくなるから。明るくなるね、サンルーフ開けるとね。そしてもう一つね、ダッシュボードがつるんと低くなってるじゃない。そうなんですよね。ね、これだから視界もいいし、あと広く感じますよね。実際も広いけど。これ夜になると光るんですけど、時計がですか？そう、なんか紺色じゃないですか。発光すると緑なの。蛍光のグリーンみたいな。なんとも言えないしっとりしたグリーンなんですけど、それもまたね気に入ってますね。なんかパネライの時計のグリーンと僕似てるなと思ったりもする。夜光る。さすが時計好きの太郎君。いや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 。じゃあ、エンジンをかけさせていただきますね。行きましょうか。このね、クランキングの長さがもうスーパーカーなのよ。あ、そう。そして、まずこのちっちゃいノブを触るの？これじゃないの？これじゃない。マニュアルで乗りますか？じゃあマニュアルで。じゃあここ押しますね。MA シフトの今ボタンを押したらマニュアルって書いてありますね。この何も変わらなさがちょっと怖いね。イタリアンな感じするね。何も変わらないんだみたいな。で、サイドブレーキはこれアナログですね。アナログです。結構アナログですこの車。出発してみます。緊張してますが行きます。鳴ってますね。鳴ってるよね。やっぱり変速するときちょっとアクセルを緩めましたが、それで正しいでしょうか。なんかそうみたいですけど、僕結構やってないんですよね。やってない。そのまま。どっちが正しいんですか、太郎さん。逆に教えて。負担はなさそうな感じするよね。なんかね。せっかくなんでちょっとダウンシフト。今3速から2速。バーンですね。そうですね。踏んでみます。鳴ってますね。気持ちいい。すごいよね。よく回るよね。でもこれ味わうとちょっと脳みそとろけますね。とろけますね。これね。官能的なんですよね。官能ですね。しかもこれをまたセダンのねボディの中でやっちゃうっていうのが強烈ですね。なかなか強烈な考え方ですよね。ねえ。そしてね、乗り心地がトロントロン。そうですね。結構いいですよね。ベントレーとかみたいなふわふわんってしてるわけじゃないの。なんかね、不思議な液体の上に乗っかってる感っていうのかな。ある程度タイトさがあるんだけど、しっとり感もあるよね。一応、4.2 リッター V8 で400馬力でしたっけ。でもフェラーリの430になると500馬力なんだって。もっとパワーアップされてるのね。そうみたい。ちょっとやっぱりエンジンのチューニングだいぶ違いますよね。それはそうですよね。中古車市場、個体によりますけど、買いやすい感じはします。ただ、まあ、さっき僕も言いました通り、部品がね、高かったりあったりなかったりっていうのもありますけども、それでフェラーリのエンジンで乗れると思ったら結構いいんじゃないかなと思ったりもします。ですね。確かに、その金額でフェラーリは買えませんからね。ですね。しかも、フェラーリにはフェラーリの良さあるけれども、クワトロポルテならではの良さっていうのも、はっきりあるもんですね。そう思いますよね、やっぱり。これをこのエグゼクティブカーで作っちゃうんだからすごいよね。本当すごいよね。面白い発想ですよね。今信号で止まりましたので、次はこのオートマモードで走ってみてもいいですか？どんな感じですかね。僕もほとんど乗ったことがないな、オートマモードで。はい、じゃあ出発します。はい、どうぞ。今オートモード。癖で右手を動かしたくなっちゃうよね。はいはい、今変速しましたね。ああ、なるほど。3000手前で変速するか。オートマティックモードであるにもかかわらず、いかにも変速してますよね、この感覚。これがまたなんか味わいと言ってもいいような気がしますね。なるほどなるほど。しかも OO にして、他のシングル AT の車でも感じる部分ですけれども、それはね、例えばフィアットチンケチェントとかでもそんな車でもだけど、この変速のタイミングをきちんとこの体が知って馴染ませていくというか、そろそろ変速するぞっていう時にアクセルをこう
緩めるこの機械と一体になった時の味わい方、こういうのも楽しいような気がする。オートマでさえ。オートマってこんな感じなんだ。なんかちょっとね、僕体が馴染んでるよ短時間だけど、あんまりギクシャクしないでしょ。まあ全然しない。でもなんか自分のタイミングと違うから、なんかもう他の車みたい。ああ、なるほどね。もう結構すぐ上げちゃうんで僕。ちょっとせっかちなとこあるもんね。あ、すみません。まあ燃費重視でね。燃費重視。いやー、素敵なドライブの時間をありがとうございます。ありがとうございました。太郎君も存分に踏んでいただいて。踏みましたね。踏んじゃいますよね。そりゃそうですよ。本当にいい車だったな。いやー、そうなんです。ありがとう、太郎君。なかなかね、今こんなコンディションで乗れないもんね。確かにそうかもしれない。こちらこそありがとうございます。塚さん、ご報告があるそうで。はい、インタビューの塚はボーイズ&ビールズを卒業させていただきます。知ってたろ知ってただろう。その回でしょ今日は。そっかそっか。なぜ卒業されるんですか？まあね、ここまでボーイズがもう成長したっていうのがやっぱり一番じゃないですか。大きいです。大きいですか。だってさ、最初はさ、2人でさ、田町のカフェで30分遅刻してきてな。そうだよ。あれが最初の最後で遅刻だったよ。まああと2回ぐらいあったと思うけど。失礼しました。まあそこから始めたボーイズ&ウィルズだよね。そうですね。今や登録者数がなんと8万人にも届こうとしていると。すごい。ありがとうございます皆様。すごいよね。まあでも本当いろんな人を取材させていただいたよね。本当に100台以上。そうだね。こんな風になると思ってた？全く意識してなかったですね。本当にただただ楽しくやってただけ。本当にもう暑い時も寒い時もね。まあね、夢中になってやったってだけだよね。やりましたわ。はい。8万人ってさ、東京ドームでいうとね、1杯半なんだって。あ、そう、2杯じゃないの？ 2 杯はまだ行きません。すいません。一学年200人の中学校で言ったら400校分だそうです。どういう例えやそれ。分かりづらいわ逆に。ピンとは来ないね。ただまあそれだけ多い数なんだろうという感じだね。とにかくすごい。カメラの向こうにそんなに人がいるっていうのはまあ信じられないし、まあ実際ね8万人の前でね僕らこうやって漫談やれてたらなかなか難しいよね。ここ目の前に8万人はね。しかもね、なんなら今海外からご覧いただいている方が40%。本当に最初 0% だったよね。不思議な感覚だよね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。しかもさ、ボーイズ&ウィルズのこのね、出てるのはこの我々2人だけれども、裏で動いてる方々のメンバーなんて、今やもう11人いると。言っちゃった。そうだよね。ちょっとした小規模企業。すごい感覚です。不思議な感覚ですよ。まあここまで来るとさ、みんなの役割も徐々に変わってきますよね。そういうことだと思う。僕もなんか常々最近考えるんだよね。というのも、僕のこの経営のね、お師匠さんって人生で2人いるのね。聞いたことあるね。そのうちの2人目のお師匠の言葉っていうのを折に触れてやっぱ考えるわけ。どんな？本当に美しい組織っていうのはリーダー中心じゃないっていう考え方なんだ。つまりどういうことかっていうと、よくリーダーがいないと機能しない組織とかさ、あとはそのリーダーがもう何十年も居座り続ける組織ってあるじゃん。まあそれに対して僕の師匠が教えてくれた言葉っていうのは、リーダーがいなくてもきちんと機能し続けて、まあそれぞれのピースね、メンバーが有機的に美しく動く組織。難しいこと言うね。でもこれを僕はもうどういうことかっていつも自問自答するわけですよ。好きだよねそういうの。まあでもそうするとリーダーね、つまり僕たちの力量をはるかに上回る結果につながってくるっていう考えなんだよね。なるほど。つまりリーダーが、俺はっていう組織じゃないのを、一番最初の頃から僕もちょっと憧れてたわけね。まあなんかね分かる気がしますよ。それはやっぱね分かる気がします。お仕事でさ関わる立派な企業の方々とね、やっぱり皆さんねそんな感じですよ。だよね。まあ本当実際ボーイズも、僕らよりさすっごい頭脳がいっぱい集まったチームだから、まあそんな中で僕は全くね、このチャンネルができる時出演するつもりってなかったのに、まあレセンスさんの中古車紹介で出演させていただいたりとか、そもそもね全ての動画でこんなことを聞いてほしいっていう質問を作ってた
こともあって、なんか僕も少しずつインタビュアーとしての決心がついてきたみたいな感じもあるんだよね。もう安心して太郎くんにやっていただいて。なんかちょっと半笑いですけど。いや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 、楽しみにしてますよ。本当ですか？だからね、本当にもういろんな出来事にね、身を任せてるっていう感覚なんですよ。だね。勝手にね、チャンネルがね、僕たちをね、いろんなところに運んでくれましたね。運んでくれたよね。だから、ひとまずはさっきの話に戻ると、僕と陽子ね、がインタビューさせていただくことになるんだけれども、これもさっきの話と一緒で、僕らよりも上手な人がいらっしゃれば、どうぞどうぞとチームが育っていってくれればいいなというふうに私も思っているわけでございます。はい、本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。実はね、ちょっと待っといていただいてもいいですか？何ですか？マイク持っておいてください。何？ありがとうございます。ボーイズ&ウィールズのチームを代表して、私がですね、お渡しさせていただきます。ありがとうございます。司さん2年間ありがとうございました。じゃあ代わりに私がマイクを受け継ぎます。ありがとうございます。お疲れ様でございました。嬉しい、やっぱ綺麗。これマジサプライズです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあいつもの質問をさせていただきましょうか。中川司さん。あなたの愛車、マセラティクアトロポルテ、100点満点中何点でしょうか？90点と思ったけど100点にします。お、上がりましたね。もうこれいただいたら100点。10点分はお花で。ありがとうございます。感動しちゃった。嬉しい。ありがとうございます。そしてもう一つの質問ですね。この車、ズバリ乗り続けますか？じゃあ乗り続けます。じゃあってことはないけど、本当にね、好きな車ないんでしばらく乗ってたいなと思ってます。正直に。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。最後に1個だけ僕の願いを聞いていただいてもよろしいでしょうか？何ですか？僕も最後、司さんにボーイズ&ウィールズ TV でインタビューしてほしい。確かにね。やってないもんね。今日で終わりだと思ってきたのに、もう一回わかりました。そうですね。もうちょっと働いていただくということで、喜んでやらせていただきます。ちょっと後ろにね、僕の愛車も映っているかもしれませんけれどもね。最後次回のお楽しみということで、今日はありがとうございました。ということで、本日は司さんと司さんの愛車、マセラティクアトロポルテでお送りいたしました。どうもありがとうございました。また見てね。来週は太郎くんの回です。本当に司さんありがとう。